ポーシャオパイツァイ。なんだか覚えにくい料理名ですが、中華料理です。父は中華料理をとても愛していました。香港や台湾、北京や上海へ何度も足を運び、料理を研究していました。今日はその中の一つ、白菜を使った肉まんじゅうのような料理を紹介いたします。お楽しみに。はい、今日はクッキングノートの217ページ、ポーシャオパイツァイ、白菜の肉詰め蒸しを作っていきたいと思います。中華料理ですね。白菜を12枚茹でます。一番外側のは捨てて、ではこの辺りから使っていきましょう。1枚、2枚、はい、これを茹でます。ボウルを用意して豚のひき肉を入れます。ネギをみじん切りにします。でこれもボウルに入れます。しいたけ、枠を取ってみじん切りにします。もう白菜はいいですね。開けましょう。出します。水で冷やします。はい、このしいたけをボウルに入れます。はい、ここに調味料入れていきます。お酒、塩、砂糖、片栗粉で混ぜます。はい、これは12等分しますね。はい、これで12等分できました。それでは蒸し器をセットして火をつけます。で、白菜を縦に6、7本線を中に引いて切ります。こんな感じですね。
軽く塩します。蒸し器に入れていきます。それではこれで蓋をして20分蒸します。その間に薄あんを作っていきます。じゃこで取っただし汁2カップ、砂糖、お酒、薄口醤油ですけども、これないので普通の醤油入れます。塩も入れます。胡椒入れます。これで火止めて置いときます。はい、20分経ちました。火を止めます。完成です。お皿に盛り付けていきます。はい、本シャオパイツァイの完成です。薄あんをかけてお召し上がりください。間違えて椎茸をレシピの倍量入れてしまいましたが、まあそれはそれで美味しかったです。食べてみてこれは肉まんの中身だと思いました。さて、父がなぜ中国を愛したか、このチャンネルのイントロダクションの動画で恩があったということをお話ししましたが、具体的に今日はお話ししましょう。父は中国語とロシア語が少しできたので、中国へ派兵された時、宣武藩に配属されました。そして任務上、占領地の中国人たちと仲良くしようと努力しました。しかしそれは任務としてだけではなく、根が優しい性格だったので、風呂に自分の食べ物を分けてあげるなどしていたらしいです。やがて終戦間際、ロシアが日本へ宣戦布告、中国へ侵攻してきました。その時ロシア兵に捕まらないよう自宅にかくまって父を助けてくれたのが中国人だったのです。捕まった日本兵はシベリアへ連れて行かれ、多くの人が過酷な環境で命を落としました。しかし父は中国人のおかげで助かり、そのまま中国に残ることも当時の政府から勧められ迷ったそうです。しかし終戦後2年近く経ってから日本へ戻ってきました。それで母と出会い、私も生まれたわけですが、1988年、父は自分をかくまって助けてくれた恩人に41年ぶりに会いに来ました。これはその時のことが取り上げられた中国の新聞記事です。父は平和主義者で、中国や韓国、ロシアやアメリカほか全ての国が仲良く交流できることを望んで、世界中を飛び回ることが好きでした。そして食文化を学び、料理を通してそれが可能になることを信じていたのではないでしょうか。昭和レシピチャンネルは、その父の意思を引き継ぎ、息子の私が継承していきたいと願って始めました。現在は南米からスペイン語、英語、ポルトガル語、韓国語の字幕で動画を配信しています。互いのそれぞれの言語、文化を尊重しつつ違いを受け入れ、その幅を広げていきましょう。私も皆さんとの交流を楽しみにしています。コロナが落ち着いたらいつか世界を回りたいと思います。その時まで皆さんお元気で。Nos vemos. Chao, chao.